どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆでてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2023年17号、ワンピース最新話1079話、4校赤髪海賊団を考察します。この1079話は2週連続神回です。そして先週、こちらの動画では、うんこの話をしました。これを聞いた皆さんは、何言ってんだこのバカ。そのように思った人もいたでしょう。しかし先週の1078話に続いて、うんこの話が引き続き、この1079話にも登場しているのです。それは、ヨーク、ウソップ、キャプテンクロ、シャンクス、キッド、ドリーとブロギー。7人のキャラクターがうんこで繋がるのです。どういうことでしょうか。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ読んでない人やコミック化の人は多いネタバレを含む内容です。よろしいでしょうか。行きましょう。この1079話は先週熊の記憶だと予想しましたが、1079話は天竜人 VS パンク野郎の回です。未来島エッグヘッドでは天竜人サターン星が率いる海軍 VS ベガパンクヨークです。一方エルバフでは未来を見る戦い、天竜人出身のシャンクス VS パンク野郎キッドです。シャンクスはフィガーランド家天竜人出身だと明かされています。さらにシャンクスとキッドは赤髪対決でもあります。まずはいつものように1079話の話数の理論から始めましょう。1079話の類似話数は79話と179話です。79話は生きる。アーロンに銃で撃たれたベルメイルさんの復讐として村の人々はアーロンに立ち向かいますが全滅。村の船は全て沈められてしまいました。一方1079話でもヒット海賊団が全滅。船ごと沈められています。179話は決戦はアルバーナ。ここでルフィはクロコダイルに敗北して砂に沈められています。次に1079話の反転話数も考えましょう。1079話をひっくり返すと971話釜茹での刑。ほおずきおでんが油に沈む。1079話ではヒットたちが船ごと沈む。1079話の関連話数のつながりは泣く、そして沈むだったようです。続いて本編の考察を始めましょう。1079話のスタートは数時間前のヨーク。相変わらず食べ物をヨークは天竜人にしてくれると約束した世界政府が自分も消そうとしていることに気づいたようです。いや、わかるだろう。世界政府が身内を裏切るようなヨークを天竜人にする理由がありません。ヨークも天才ベガパンクの一人のはずですが、天才とは科学分野のみのようです。他のベガパンクたちを欲望のままに裏切って、そして世界政府からも裏切られて後がなくなったヨーク。しかしヨークはここで別の作戦を実行します。それはセラフィムたちに自分とステラ、地下のサイファーポール以外を全員殺しちゃってと命令。これが1079話の話数の語呂合わせ一つ目。重畜でしょう。7は中国語でチーなので地です。重畜とは辞書にもある言葉で野獣と家畜のことを言います。野獣のヨークとその家畜のセラフィムです。そんなヨークが初めて登場したコマには666、3つの6。聖書において人間や悪魔の数字と言われる獣の数字がある。ここに知恵がある。資料ある者はその獣の数字を数えなさい。その数字は人間を指している。その数字は666である。獣とは誰か。それは自分自身ではないかと考える者もいる。一方、聖書学ではローマ皇帝ネロを示すという者もいる。ネロ。つまり獣の数字666を持つヨークはベガパンク自身の中にいた悪魔であると読み解ける。さらにエッグヘッドとつながるパンクハザードの黒幕は682は黒幕でカツンカツンと歩く裏切り者のローとは6。さらに天竜人になりたいドフラミンゴも登場。天竜人になりたいベガパンク6エッグヘッドの黒幕ヨークにつながる。それではヨークの腕の三角形と5つの丸は何でしょうか。これはもしかするとマズローの欲求5段階説。ベガパンクは天才であり世界の人気者ですから1234の欲はすでに満たされています。つまりヨークは5の欲、あるべき自分になりたい。一人のベガパンクになりたい。または次の段階、自己超越の欲を実現したい。脱線しましたが本編の考察に戻りましょう。
そんなヨークはステューシーも含めて皆殺しの命令を出していますから、ステューシーがヨークサイドである可能性がここで消えました。つまりステューシーは自分の命を懸けてベガパンクの味方になっためっちゃいいやつなのでしょうか。ステューシーはホールケーキで顔見知りだったルフェルドを玉手箱欲しさに躊躇なく殺害した冷酷な女だったような気もしますが、さらにヨークはスネークに自分を石に変えて後で元に戻すよう命じます。これは先週の動画でも考えた通りのトリックですが、このトリックは珍しく納得感がありません。戦闘丸は気絶したことで命令権を格下のルッチに奪われていました。ここと同じならヨークは石化した時点で意識が途切れてスネークへの命令権が無効になり、リリスの命令が通ったはずです。インペルダウンで石化したドミノは記憶が飛んだと言っていたので、メロメロメロの石化は意識が飛ぶはずですが、しかし石化したヨークの意識は保たれていたようです。つまり石化と気絶は違う。石化は時間停止みたいな能力でしょうか。まあいいでしょう。これが1079話の話数の語呂合わせ2つ目。人、ワナク。人、ワナクでしょう。ワナクとは自分の首をくくるという意味です。つまりヨークはスネークに自分を石にしろと死の偽装を命令したわけです。さらに、ワナクは別の言い方で石とも言います。スネークに命令した石と石がかかっている。そしてこの死の偽装はキャプテンクロにつながります。ツイッターで昨年10月に考えましたが、キャプテンクロとベガパンクは表裏一体でしょう。黒の異名は百景の黒。大金を欲していました。一方、ベガパンクの異名はしがない天才科学者。ベガパンクも大金を欲していました。キャプテンクロは自称平和主義者でしたが、ベガパンクは平和主義者パシフィスタを開発しています。そしてキャプテンクロの武器は猫の手と言います。ベガパンクは猫の手も借りたいサテライト猫を開発していました。そして黒は同じ黒猫海賊団の仲間を皆殺しにするという、ヨークも同じ猫サテライトを皆殺しにするという、そして黒の服にはうんこがついているという小田先生。一方ヨークはうんこを出すキャラクター。さらに黒は海軍から逃れるために死を偽装しました。ベガパンクヨークも死を偽装したわけです。ベガパンク6、6をひっくり返すと黒になる。ヨークは裏切りの黒猫のイメージだった。さらに猫と石といえば1076話の扉へのサンジに注目です。サンジの T シャツには Kill two birds with one stone、 日本語で一石二鳥と書かれています。その語源はギリシャの発明家ダイダロスが鳥の羽を手に入れるために一つの石で2羽の鳥を仕留めた話です。ヨークは一つの石化石でウソップやリリスたちを仕留めました。またサンジはジェルマの裏切り者です。一方ヨークはベガパンクの裏切り者です。そして T シャツの猫はヨークの表情にも似ています。これらがヨークと猫と石の伏線でしょう。さらにヨークはラボには壊してはいけない場所があるという。地下の研究所以外にもまだ秘密の場所があるのか、そこには秘密の何かがあるのか、それは古代兵器に通じるものか。とにかく石化の謎は納得感はややありませんが、今回でクリアになりましたからこれでいいでしょう。しかしまだ命令権の順位問題が未解決です。セラフィムの攻撃停止命令を出した同列のエジソンよりもヨークの順位は上なのでしょうか。ベガパンクよりも上の順位は五老星だけですが、どのようにヨークは順位を超えて命令できたのか、石化と同じように事前に仕込んでいたのか。そんなヨークの命令によって自動的に動くセラフィムたちは1079話の話数の語呂合わせ3つ目、0を前につけてオートマチック。オートマティックでしょう。オートマティック、つまり自動的という意味です。そしてヨークはセラフィムたちにハンティングスタートと叫びます。ハンティング、これもツイッターで考えましたが、エッグヘッド編のデスゲームとはカードゲーム人狼がモチーフでしょうか。ゲームマスターがヨーク、
人狼サイドが4体のセラフィム、村人サイドが麦わらの一味とベガパンク、第3勢力が CP0 の3人です。人狼の第3勢力にはヴァンパイアまたは妖狐と呼ばれる役職があります。このヴァンパイアと妖狐のイメージはステューシーに合致していそうです。そして村人サイドの預言者の役割は、私はもうすぐ死ぬだろうと言っていた釈迦でしょうか。トランプの考察シリーズで考えたように、ワンピースではカードゲームがよくモチーフとして使われます。例えば、ワノ国編は津軽発祥のトランプゲーム5人間がモチーフだと考えました。場面は現在に戻ってエッグヘッドの近海。なんと黒ひげの船がエッグヘッドに接近中。これが1079話の話数の語呂合わせ4つ目。ティーチ来る？ティーチ来るでしょうか。もしも語呂合わせ通りにティーチがエッグヘッドに来るなら、ローは大方の予想通り敗北してしまったのか。しかし語呂合わせはティーチ来るですが、エッグヘッドに黒ひげ海賊団が来るなら、小原とのつながりから青生地が最も可能性が高そうです。黒ひげ海賊団の目的は何か。エッグヘッドにはまだまだ何かがありそうです。場面はさらに変わってエルバフの近海。シャンクス VS キッド。しかし対する赤髪海賊団の傘下はゲロティニーやフガーニプルル。何回弱そう。赤髪海賊団傘下は弱小だといい、それはシャンクスが旗を渡して守っているので、傘下たちは弱小でも生き延びているだけだとか。これが1079話の話数の語呂合わせ5つ目。トゥーチーク。トゥーチークでしょう。チークとは通常は頬という意味ですが、英語ではずうずうしいやつという意味があります。さらにチーキーなら生意気なやつという意味です。チーク、ずうずうしい赤髪の参加 VS チーキー、生意気な赤髪キッド。ずうずうしくて慣れ慣れしく、ちょっと調子に乗っている赤髪の参加たち。シャンクスは好きですが、参加たちは好きになれなそう。ここでシャンクスは黒ひげを追っているようです。やはりシャンクスのターゲットは黒ひげ海賊団。シャンクスはどうやら黒ひげがワノ国に現れると予想していたようです。だからシャンクスはワノ国にちょっとだけ登場した。フィルムレッドの宣伝だけじゃなかった。そしてシャンクスが未来が見えるなら、もしかすると黒ひげとかつて戦った時、黒ひげの嫌な未来をシャンクスは見たのか。だからシャンクスは黒ひげを追跡している。ここでシャンクスは本郷から渡されたヒットの記録を受け取ります。孫子の兵法、敵を知り己を知れば百戦危うからず。獅子ウサギを討つ。優れた人物はどんな小さなことでも全力を尽くす例えです。これでキッドを倒す理由が全て整いました。キッドのファンへも気を使う小田先生。そんなキッドはシャンクスの弱小参加たちを狙って10秒で全滅させると、4個をビッグマムに放ったダムドパンクの砲撃準備用意。とんでもない力を貯めるキッドの大砲。それはシャンクスでさえも焦るほどの脅威。その脅威を見聞色の覇気で感じ取る。これが1079話の話数の語呂合わせ8つ目。人罠なく。人罠なくでしょう。罠なくとは恐怖で緊張するという意味です。バリバリと力を貯めるヒットの大砲。正直僕はここでヒットを応援しました。調子に乗っている赤髪海賊団の傘下を全滅させろーと。しかし即座に動くシャンクス、ドリーとブロギーにも援護を要請。シャンクスが見た数秒先の未来は大砲によって破壊される赤髪傘下の船や人々。ヒットにそのまま攻撃させたら被害が大きすぎる。見聞色の覇気でシャンクスは未来を見た。そうなる前にシャンクスはヒットの船に単身乗り込み神去り。それはかつてロジャーが光月おでんを倒した技。そう、1079話の反転話数971話でも光月おでんがやられています。このカムサリの威力はヒットのダムドパンクごと破壊、大爆発。とんでもない覇王色をまとい敵戦を威嚇するシャンクス。どんな理由があろうと俺は友達を傷つける奴は許さない。再び1話のセルフオマージュです。シャンクスはゴールディ・ロジャーの技カムサリを受け継いでいたようです。となるとシャンクスの剣の名前はグリフォンです。
グリフォンは神話で黄金を守る伝説の生物。つまりシャンクスはおそらく黄金、ゴールドロジャーとの何かの約束を守っていそう。その約束とは、ロジャーがラフテルから戻った時、泣いていたシャンクスに話した内容かもしれません。過去の動画でシャンクスはルフィを導いているとも考えました。それはルフィであり、ジョイボーイ、太陽の神ニカを導く役割がシャンクスなのかもしれません。シャンクスはニカルフィの手配書を見てワンピースを狙う。つまりラフテルを目指すことを決意していました。そしてまだつながりはあります。エッグヘッドではダフトパンクの仮面に似たベガパンクシャカが銃で撃たれましたが、エルバフではダムドパンクの大砲を構えたキッドがやられた。これがダフトパンクつながりです。とにかく大爆発したキッドはワンパンで瀕死に、ついでにキラーもワンパンで瀕死になってしまう。新時代を語っていたシャンクスですが、超新星のヒットを沈めました。やられたキッド海賊団のヒート、ワイヤー、エマはキッドが死んでしまうと泣いてシャンクスに降伏、命乞いをします。これが1079話の話数の語呂合わせ9つ目。人は泣く。人は泣くでしょう。こちらは先週予想できました。しかし、またもやボニーの涙かと考えていました。泣いたのはキッド海賊団でした。お前らかい。降伏したキッド海賊団たちはキッドを殺さないでくれとロード・ポーネグリフを全てシャンクスに渡します。もちろんこれも人は泣くに加えて人はなく恐怖で震えるキッド海賊団。しかし巨人のドリーとブロギーはまだキッド海賊団を許さない。人の故郷に銃口を向けたら同じ目に遭う覚悟をしろよ。破国。出ました。ドリーとブロギーの共闘技。とんでもない衝撃波でキッド海賊団の船は真っ二つ。もちろんこのシーンも1話のセリフオマージュです。ピストルを抜いたからには命をかけろよ。ゴボゴボと沈むキッド海賊団と船の残骸。これは79話で沈んだ船、179話で砂に沈んだルフィ、971話で油に沈んだ光月おでんとつながる。さらにここで注目したいのはキッドの船の造形でしょう。キッドの船、ビクトリア・パンク号はなぜか恐竜の骨のような形をした船ですが、恐竜の骨といえばドリーとブロギーがいた島、リトルガーデンの恐竜の骨につながる。さらに破国でやられた巨大な金魚島クイにはウソップの嘘の伏線がありました。ウソップは巨大な金魚と戦い、その糞を島だと思って上陸したと、カヤに嘘をついていましたが、その巨大な金魚こそが破国でやられた島クイでしょう。そして今回、1079話には、なんと、その金魚の糞が登場しています。金魚の糞とは、日本語の表現で、影響力のある人に弱い人間がついて回るという意味です。それはまるで金魚についた長いうんこのように、つまり1079話でシャンクスについて回る赤髪海賊団の参加たちが金魚の糞でしょう。前回1078話ではクソ出し野郎こと天竜人になりたいヨークの欲望、それはうんこのようだと考えました。そして今回1079話では天竜人出身のシャンクスについて回る金魚の糞の参加たち、前回に続いてうんこのイメージが登場しました。さらに金魚とは英語でゴールドフィッシュ。シャンクスもまたゴールドロジャーについていた金魚の糞なのかもしれません。他にも1078話では S スネークがシャンクスの手配書と同じような顔をしていました。これも次の1079話でシャンクスの登場を匂わす演出だったのでしょう。小田先生はこういった遊びをよく仕掛けています。脱線しましたが、シャンクスにやられた超新星キッドとキラーはここで本当に脱落したのでしょうか。僕はこちらの動画で赤髪シャンクスの参加になると考えました。それは3年前にも考えましたが、小田先生が好きな筋肉マン大井争奪戦のような敵同士がチームを組むイメージです。4校シャンクスにはキッドが参加に、4校黒ひげにはローが参加に、このようなイメージになると考えましたが、どうでしょうか。シャンクスのエルバク編は明らかに1話とリンクしています。となると、1話でまだリンクしていない残っているシーンといえば、腕が。1話で海へ沈んだルフィを助けたシャンクス。ならば、海へ沈んだキッドをシャンクスが助ける可能性がわずかにある。もちろんこの話が
られるとしたら、だいぶ後の話かもしれません。以上です。今回25年目にして原作で初めてシャンクスの戦闘がしっかりと描かれました。シャンクスの能力は3年前、時間を操作できる時々の実を使った瞬間移動の能力だと考えました。こちらです。そして最もシャンクスの瞬間移動が表現されていたのは59巻579話、勇気ある数秒です。コビーを殺そうとしていた杯の前にいきなり現れたシャンクスは一瞬で現れ、一瞬で杯の一撃からコビーを救っていました。さらにシャンクスが着ているズボンの絵柄がまるで瞬間移動や時間をすっ飛ばしているかのような絵柄にも見えます。これらのことからシャンクスは未来へも行ける時間移動人間時々の実を20年前に死んだ光月時から受け継いだものだろうと考えてきました。時々の実は何も年単位で飛ばなくとも秒単位で未来へ移動すれば瞬間移動が可能になると考えたからです。しかし正解は未来視してからピンポイントでそこに正確に移動できるため瞬間移動したように見える。これが正解でした。シャンクスのズボンの絵柄も未来視してからそのポイントへ高速移動しているイメージなのでしょう。次に赤髪参加のゲロティニーのよくわからない謎のセリフも考えましょう。カエルと雨とは何か。1079話の扉へのイメージもカエルと雨ですが、これは何かが怪しいです。雨といえばこちらの動画でルルシア王国に降り注いだイム様の攻撃は雨をかけた。雨かける竜の蹄のダジャレ。それは雨かける竜の蹄であり、そしてその兵器は軍事衛星のようなものだと考えました。そしてもう皆さん忘れていると思いますが、ルッチはベガパンク抹殺についてルルシア王国との関連性を示唆していました。つまりエッグヘッドであの軍事衛星が作られたのか。パンクハザードのベガパンクの秘密の部屋には衛星の模型が捨てられていました。しかもベガパンクの伏線として物に悪魔の実を食べさせる技術、こちらもまだ登場していませんから、まだまだエッグヘッド編は謎に包まれています。続いては次号1080話の展開を話数の理論から考えていきましょう。さーて次回のワンピースは、まずは1080話の類似話数から考えましょう。1080話の類似話数は80話と180話です。80話は罪は罪、80話の語呂合わせは晴れ、晴れです。太陽の神ニカを暗示させる80話の晴れ。80話でナミはアーロンからもうすぐ解放されるんだと喜んでいました。太陽の神ニカとは解放の戦士です。しかしナミはアーロンに裏切られて泣いています。ここと繋がるならもはや毎回言っていますが、1080話こそが熊の記憶会なのか。ニカの話や奴隷の話にもなりそうです。一方180話では砂に埋まったルフィをミス・オールサンデーことロビンが解放しています。オールサンデーとは全ての日曜日、さらにいつも晴れという意味もあるそうです。つまり180話も80話と同じく晴れと解放の話。ニカのイメージでしょうか。そんな180話にはこちらの動画で考えたニカと関係するカニも登場していますし、さらにロビンが D の話をしています。D とはドーン、夜明け、太陽を表している。次に1080話の反転話数も考えましょう。1080話をひっくり返すと801話開幕宣言、解放された国ドレスローザ。ここでバーソロミュークマの T シャツを着た子供が登場。ここと直接つながるならやはり熊の記憶の話か。さらに801話ではドフラミンゴが D の話をしています。180話でも D の話、801話でも D の話。まとめると話数のつながりから1080話は奴隷の話や太陽の神ニカにつながる話。それはつまり天竜人の奴隷熊の記憶の話か、もしくはエッグヘッド内部に D の意志につながるものがあるのか。そんな1080話の話数の語呂合わせ予想、一つ目は人暴れ。人暴れというのはどうでしょうか。暴君熊が暴れ出すのか。1080話の話数の語呂合わせ予想、二つ目は電波ゼロ。電波ゼロというのはどうでしょうか。エッグヘッドの通信手段がいよいよゼロになるのか。1080話の話数の語呂合わせ予想、三つ目はティンバー。ティンバーというのはどうでしょうか。ティンバーとは木材や樹木の意味です。僕はこちらの動画で太陽の神ニカとは願いが叶うゴムの木バニヤンツリーの天然樹脂の幻獣だと考えていますから、1080話にもしもニカが登場するならティンバーの語呂合わせが成立します。以上です。皆さんはどう思われましたか。ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。またね。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。